こちらのところでね、止まって、車検と同時に GT601 ダンロップロ19、18。Z1 とかの人が入れてるね。それにした Z1 の人が入れてて、これいいなって。高いのって言ったら、そんなに高いの買いやすい価格で。なるほどね。でもその、ツーリングスポーツ。いや、ちょいスポーツなのかな。そもそもこれはいつに作ったやつですか2回目の車検かな。だから一番最初に納車の時に持ったのにやっぱり3回目。VS は 2H1200S。2000、これは1とかかな。そうね。結構どころかかなりがっつりいじってますよね。なんかお任せ。これがこういうのがやりたいですって言ったら最終的にお任せってお願いしますって言ってくれたので、全て1年ぐらい。おお。1年ぐらい待てばいいっすかね。大体1年ぐらいかかりますか、こういうの。こういうの大体そうですね。もうなんかね、こればっかりやっていけばいいんだろうけどね。このことが、違う、皆さん確かに。キャストなんだけど、もともとモデルが。これはスポークになってます。ハブはこれはなんか黒の半ツヤで、多分、車外だね、こう穴開いてないで。それを黒に塗って、でも手入れ大変なもんで、アルミ地とかよりも黒のが一番。そうなんですね。水洗いした方が悪いみたいな。で、スポークはステンレス。錆びません。で、これもアルミリムか何スケールかもなったけど、これは今回ね、鉄リムで組んでるね。ドロップセンター、純正のリムかな、これは。アルミとか、曇っちゃうからさ、磨かんと。ああ、そうなんですね。それに比べるともう楽だよね。雨、湿気とか気をつけとけば、まあずっと綺麗。だから4年経っても綺麗ですね。まあ手入れは楽よね。手入れは楽なんですね。だからこことかもさ、入納した時ピッカピカだったけど、やっぱり曇ってきちゃうから、アルミはね、粉吹いてくるもんね、粉錆びで。気をつけなきゃいけないポイントなんですね。まあたまにこう磨くっていうか、もう磨くのあんま好きじゃないもんで、風呂にした方が楽よね。確かに。で、ヘッドライトが交換されてますね。そう、ヘッドライトね、テーパーの上でなるべく奥に入るようにしてるよね。例えばね、ここなんか、ハンドロックをもんで、それをなくして、なるべく奥に入れて。ハンドルロック取っちゃってるんだ。すごいっすね。そう。穴埋めてね。ハンドルロック自体は別に南京錠でできるから。そうですもんね。車検の時はハンドルロック必要なもんで。それは南京錠で対応するっていう感じですよね。かっこいいな、これ。で、今回ね、ETC もつけた。ETC ずっとなかったんだけど、ETC つけようって。そうっすね。ETC 必要っすよね。ETC 必要。やっぱあるとないとじゃ全然便利度違いますもんね。令和だからさ、切ると開い。ね。で、今回車検にね、グリップ変えた。グリップが樽型のやつでね、もうなんか遠くなっとったもんで、こう綺麗なやつでね。どこだったらポッシュだったっけな。ポッシュのやつだ。そう。これはなんかちょっとね、樽型にしてみた。いいっすね。でもこの樽型かっこいいっす。まあいいよね。かもなくかも。ちょっと艶がありすぎる感じはするけど、もうちょっと使っとるうちに艶が引くといいけどね。ってかってるよね。で、ブレーキレバー、定番のクリーム好きじゃないけど。あ、そうなんですか？そう。でもね、このネジ全部マイナスにしたりとかしてる。ああ、いいっすね。いちいちね。ここでも目立っちゃうんだよね。金属だとね。ここね、マイナスにして。みんな大好きやろマイナスネジ。マイナスネジ大好きですね。テンション上がるもんね、マイナスネジ。めっちゃね、こだわってますね。こっちもマイナスになってますね。そう、マイナスネジ高いがステンレスのやつ、これね。そうなんです1本200円ぐらいする。200する。なんかこれ全部買い取ると、なんか2000円ぐらいする。意味わからんってこれ。桃太郎で普通に買ってるんで、なんかそうやって。桃太郎。ちょっと自分で買いたい人は桃太郎で。で、これがね、ちょっとおしゃれライザーで。片持ちのトライアンフとか、映写のね、映写のっぽい雰囲気で作ってあるライザーでね。そう、だから片側しかないもんで、カラーが入っとって、一回ズコって通してカラー入れて締め込むみたいな。超めんどい。ハンドル交換。でもやっぱ、その分、シュッとしてかっこいいですね、これね、両方ないからね、あれね。なんだろうね、イギリス人ってこうかっこいいの思いついちゃうよね。でももうおしゃれだね、これなんか、長生きの。そう。ここが、
結構大変だったんでしたっけ？それは大変じゃないけど、あらこれはこう外れるんだけど、タンク止め、かなりレーシンな感じですよね。そう。これはね、ダミ。ちゃんとここで止まっとる。ちゃんとここでね、止まって、これで止まっとると見せかけて、だってこれ止まっとったら怖いやん、街乗りしとって。バチンって外れたね。まあ、なんか怖いからさ、一応ちゃんと止めてあるね。3点止めでボルトで。いやそうでもかっこいいです、ここ。よいしょ、これ。タンクの容量がね、これ結構入るのが優秀なんだよね。あ、そうなんですね。ちょっとちっちゃい。純正のスポーツタンクを、真ん中20ミリぐらいかな。10ミリか20ミリとかしか真ん中詰めてなくて。はい。で、縦を結構詰めて、で、長さの気持ち詰めたかな。だから結構入る、確か。8とか入ったっけ忘れた。見た目より全然入りますね。どこでもいける。最高。この、なるべくかぶってね。ここのクリアランスって難しいですよね。めんどくさかった。めんどくさかった。そう。ちゃんとえぐってるっていう。そうそう、ちゃんとえぐってるっていう。これえぐるのは簡単なんだよ。えぐって、はい。貼り付けるだけだから、これは別に難しくないけど、こういうのがめんどくさいよね。この、なんていうのなんて言ったらいい乗せる感じ。要は、この字型にへこんどるっていうね。はい。かぶすっていうのが。そう。本当は全部かぶせないんだけどさ、ここで、こう、内に入ってるもんでさ、こうなるやん。だから立体的なへこみになっていくやん。そういうのやってくるとめんどくさいよね。いい感じに詰まっとるでしょ。はい。でも熱上がってくるんだけどね、このくらいの隙間だと。でも、詰まっとるった方がこうかっこいいやん。確かに。これもね、作ってアルミ叩いて、トントントンって。エアクリーナー。よくいいや。持っちゃう。無骨でいいですね、雰囲気。そう。アルミだ。これ見るたんびにさ、ウエハースのお菓子食べたくなるなと思いながら。いいな、それ。いいっすね、でも。意外とそう、しっかり吸ってくれるもんね、これ。ここもしっかり作り込んでますもんね。これはね、そう。もうなんか結局さ、純正っぽい感じでバレんようにっていうねさ、こうなんかこう当たるやん、こっち側に足に。はい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 。これは上に持ってきてみたんだけど、はい。上に持ってきても当たるんだよね。で、こうだけアクセントでちょっとリブを立てて、リム立って。そう。リブ立てるってどうするって、もうこれ純正タンクをもう一回切り取って、リブ立ててもう一回貼り付けると。めっ意ちゃ味わからんね。手間かかってますめっね。ちゃ意味わからんと思いながら、もう作った方が早いかや、と思うどっちが早いかや、つって。ここはぶった切って。そうそう、もともとこんな感じだから、この聞いたんだよ。そうですね。こっち下がっと。て、一段下がってるのを、結局タンクをここまで下げたのは、こうまっすぐのラインに出したかったもんで、こういうラインで、で、そのままこうズドーンと来て、で、これ下がるとかっこ悪いから、そのまままっすぐ、ストーンストーンと、ホリゾンタルなラインが、で、これも、なんか、バレんやん。もうバレたのだけ。改造してない。いや、やってへんのつって。やってるけどやってへんみたいな。ただ車検場で検査員の人とかこういうバイクだと思ってるから。シートも TT ベイツタイプ。を、まあ、シートベース作ってね。はい。サイズ合わせて。そう。テールはね、この子にね、出たばっかしだったかな。このクロッカーテールミニってやつが。おー。この辺なんかかっこ悪かったもんね。サンダーで一生懸命削ってこう、なんか、それっぽい形なんだけど、今となっては別にそのまま使ってもよかったんじゃないか。なんかこうやって記憶あるな。なるほど。とかで、今回さ、タイヤ変えてさ、はい。クリアランスがさ、ブロックタイヤだって理由があったのが、こいつが90の90だからな。もうこれギリギリですよ、これ。これナット削ってん、これ。ナット、薄いナット、見える？ほんとっすね。で、ボトムさして、ここクリアランスが2ミリぐらいでね、完全にこう左右両方とも、この、かぶすとね、これもう大変だった。もうタイヤ入れるのになんでこんな苦労しとんだろうっていう、そんな気がしとったんだけど、威張って細くしたもんで、リアフェンダーの幅を純正より。で、俺もこのタイヤ入れたと思うんで、はいはい。もっと細いね、TT100GT みたいなのだったら何も考えなくてよかったんだろうけど、俺と一緒のタイヤ入れようぜってさ、これ。自分らと同じのをさ、進めちゃったもんさ、せや、ギリやと思って。これもでもギリいけたのは、スポークの芯がちゃんとフェンダーに対して出てるから、はい、右と左がちゃんと、右対の感じでもいけたらなと思って、よかったと思いながら。ぴったり。どっちかが
こう納豆さ、先場で薄くして作ってもさ、どっちかにずれとったらさ、すごく貼り直しじゃん。こうセンター信じああ、なるほど。すごく貼り方によって右に2ミリとかずらせるからさ、1ミリとか。はい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 。そこまではやりたくないよね、と思って。オルスピといえば18インチ。18インチ18インチってね、ですね。 18の頃に読んだストバイで、やっぱ18インチだ。16も16のうん。意味、良さはあるんだけど、18インチをやっとって、16もいいよねっていう、言えるようになりたいね。フロントが。やっぱハーレー16だ。いや。18にするとやっぱりあれですか、乗り心地、あとフィーリングって変わるもんですか？まずね、タイヤの減りが速くなる。結局、18にラインナップされてるタイヤの、あれが、基本的にやっぱり、タイ20があんま、めちゃくちゃあるやつが少ないんで、はい。あれ、なんて言うんだろう。基本現行車種でリア18使ってるので、ダブル800、あ18やんね、ダブル800。あの車重ベースぐらいだけど、この辺重いもんで、もうちょっと。あー、なるほど。そうそう。まあ Z1 とかもでもそうだけど、Z1CB とかあの辺も19、18やん。そうですね。でも車重が軽いんか、もうちょっと。どうなんだろう。ハーレーの方が重いですかね。もうちょっとどうなの一緒ぐらいか。まあ回りやすくなる気がするよね、18の方が。走れるって。細いタイヤの方がひらひら走れるもんね。そうですね。太いタイヤって同じくらいでもよっこらせだけどさ、スパンスパンっていう軽快さは一気にだよね。16インチってどうさやね。アイアンの昔のね、はい。 18インチ一緒みたいな。これ純正サスなの。で全部メキだとの、バラしてここだけ黒にした。でこだわってるじゃん。カバー外して。なんかね、線形の細いサスが欲しくて、あー、はい。雰囲気的に。ないんだよね。あハイのサスってみんなデブな子は、そうですね。細いのがなくて、華奢なおみ足って好きやん、みんな。足の細い女とか好きやん。確かに。そう、やっぱね、細いのがね、これプログレとかも細い方だけど、やっぱちょっとね、これちょっとむっちりでしょうね、これ。ちょいぽちゃ。ちょいぼちゃ。でもこの辺になるとシュッとしちゃうだよ。こっちもこっちもね、YSS より、割とシュッとしとるのを探した。YSS かなって。これが、ね、そう。サスとしては最低だよ、やっぱハーレーの純正サスは。ああ、なるほど。そう。だけど、ちょっとやりすぎたらこういうの突き出す。こういうタイヤ突き出すとありだけど、ブロックタイヤとかでなんか、そう。サスがもうちょっと良くなるとね、これ、よう動く足になって面白いだろうね。ローダウンしてあるんだけど、そうですよね。 4くらい下げたかな、フロントは。だけど全部イニシャル動くもんで、引きも戻りも水で、前はね、よう動くのよ。まあ、最初とまたコンプセプトが違うしね。ああ。ダートレーサーみたいな。ね。もともとは。もともとはね、はいはい。ブロックタイヤで、あれがついとってね、フラッシュマウントで。フードが出っ張ってるやつ。ね。シュプリメイドね。そうですね。そういうのね。これは大ナイスか、点火は。もうさ、めっちゃいろいろ考えて、ロゴデザイン。結局、純正ロゴを超えれんくて、かっこよさが。オリジナルは。もう結局、3、いろいろやって、普通のスポーツカーでええんちゃうって。やっぱね、かっこいい。そうね。純正のロゴはもうね、もう本当もうね、プロのデザイナーが時間かけて作って、プラスアルファ、ヒストリックもついてきとるもんで、なかなかこれよね。確かに。だからもうね、ブランドにも最近もうね、この中から選んでオリジナルデザイン勝てないと思いながら。もっとカチカチのカスタムバイクだといいんだけどね。だから最近これも、あれも純正ロゴだな。純正ロゴ。これもそうですね。そうですね。だけど、これ以上のじゃあデザインオリジナルで考えてって言われてもさ、確かに。結局ね、何が難しいって、ハーレー・ダビッドソンのスペルが長すぎるよね。あー、なるほどね。そう。長すぎるもんで、なんか間延びしちゃうし、分けてもなんかくどいし、はいはいはい。ハーレー・ダビッドソンってちょっと長いよね。ちょっと文字多めみたいな。そう、文字がなんか、結構作りにくいよね、ハーレー・ダビッドソンにやると。なんかさ、塗り分けていっぱいごちゃごちゃするよりもさ、シンプルなのに難しいよね。かっこいいよね、これね。そうですね。スピード感もあるし、ちょっとワイルドな感じで、このまた色もね、このマルーンのこの色がね、なかなか
難しいですよね。そうですね。かっこいい丸ンって。一つ間違えるとサビ色とかさ。あすきはね、結構。で、決まるとかっこいいよね。また、ラインがいい感じに出てますね、これ。ラインはね、本当にね。これね、どう落とすっていうね。このライン。くくるのか。ね。これはそのままこう落としちゃうのかとかさ。持ちライン入れるのかとかさ。表情は。いい感じシンプルなやつの方が難しいんだよね。キャブはね、S1DS のね、いいキャブでね。マフラーは、これは、この辺頑張って曲げたかな。砂詰めて一生懸命。手曲げで。曲げて。で、ステーがステーがね、そうそう、練習っていうかね、なんていうかね、ステーがさ、手前側が釣れんくて、この辺から釣っとるの嫌やん。なんかこんなんして。なるべく見せたくないなと思って、ステルスマウントでつけたいなと思って、結局、奥のやつはこっちで固定して、隣のやつはこいつで固定させるみたいな。はははは。下ね。これね。そう。これめんどくさかった。だから、ねじ切ったやつを合成してあるよね、この辺、この中にね。ははは。めっちゃこだわりましたね。なるべく入れて、うちに、これ、すらんようにと思って。めんどくさかったな、これな。結局、ステーがいつもね、マフラーの作るときだ。あ、そうなんですね。そう、かっこいいステーっていうかさ、脇役やな、主役になっちゃダメじゃん。まあ見せるステーもあるけど、はい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 。なるべくさりげなくさらっとっていうさ。だからパイプ作っとる方が早いよね。ステーの方がちょっと泣いとるよね。ああ、なるほど。うん